しっかり下の方を暗くして影を入れます。こんにちは。今回はアジサイの風景を描いていきたいと思います。下書きをしました。最初に全体に黄色をこのように入れます。イエローとイエローカーを混ぜました。これは光を表しています。乾きましたら全体にお水を引いてアジサイの色を入れます。セルリアンブルーやオペラなどを混ぜて紫色や青を作ってアジサイの左側に入れます。右上からの光として考えていますので、右上を少し開けて色を入れています。ここは円形になります。円形にもアジサイの色を薄めて塗ります。こうすることで色のバランスが取れます。円形にセルリアンブルーを少し濃いめに入れました。では葉をイエローと青ですね、プルシャンブルーなどを混ぜて鮮やかな緑色を作ってアジサイの葉っぱに入れています。アジサイの花を囲むようにしてですね、この緑色を入れてアジサイの形を浮き上がらせていきます。葉の下塗りができましたら、イエローカーや茶色、暗くするところには青を混ぜて、でこの土のね色を入れます。で土暗くしている時は茶色と青を混ぜるとこのように暗い色ができますので、これもこのようにですね入れます。こういうふうに暗い色をぶつけるとアジサイと葉っぱが浮き上がってきます。円形の木にもですね、このようにドライブラシの技法で葉の感じを入れていきます。アジサイの花にこの緑の暗い色をぶつけるとアジサイが浮き上がってきますね。この色は、プルシャンブルーとイエローカー混ぜて少し感触がからせた暗い色で塗っています。葉の影の色をどんどん暗くしていきます。緑の色に赤を混ぜて、でこのように暗い緑を作って葉のそばや花のそばに入れていきます。暗い色をどんどん入れていくことでアジサイと葉っぱの明るい色がきれいに浮き上がってきます。円形にも少し影にしたいところに暗い色を入れました。アジサイの紫や青の色を暗くして下に入れるとアジサイの右上がですね、光が当たっているように輝いて見えます。アジサイのこのお花は丸いですので、この立体感がですね出てきますね。アジサイの花にもこのようにちょこちょこと白いところを開けながら細かく影をつけていきます。そうするとお花があるように見えますね。白いところを埋めないというのがポイントになります。
細かくお花を描かなくてもこのように下の色を残すことでお花の形に見えるんですね。私はセルリアンブルーと、プルシャンブルー、ウルトラマリン、それからピンクや赤はオペラ、クリムソンを使ってますが、どの色を使ってもいいです。そしてこの硬い筆でですね、このようにエッジというね境界線をぼかしています。そうするとこの自然にね柔らかい感じになりますね。はい、ここで一回乾かして、また、ここでですねちょっと下書きを入れます。お花の形や葉っぱの形がどういう風になっていたかっていうのがだんだん埋まってきてしまうので、塗っていると。なのでここら辺でですね分からなくなってしまった線を私はもう一度入れるようにします。でこのように形をしっかりと描いたら、この鉛筆の線の周りを暗くしていきます。このすごく強い緑の暗い色を入れることで、さらにお花や葉っぱがはっきりとね形が出てきますね。葉がたくさん重なり合っている感じが出ました。ではまた今度アジサイに暗い色をさらに細かくたくさん入れていきます。この暗い色を入れれば入れるほどお花がたくさんあるように見えます。下の色を残しながら細かく細かく筆を動かしていきます。細かいねお花がいっぱいあるように見えますね。手前のアジサイが仕上がってきました。では遠くの木の幹を入れます。幹は小さく細く細かくですね、茶色や青の色で入れます。木の下の方をねこのように暗くして、光と影を出します。遠くの幹は細いですので、あまり太くしないようにねしてくださいね。しっかり下の方を暗くして影を入れます。はい、では気になるところ、細かいところを最後に筆を入れて完成させます。はい、では完成です。アジサイを明るくして周りを暗くしてみました。アジサイに光が当たっているように見えると思います。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。